みえこです。今日はね、この裏布かわいいカバンの作り方をご紹介しますね。三角形の布いっぱい縫いましたよ。そしてこれはポケットに使った布ですね。緑のマーガレット、かわいいんですよ。それでは始めましょうね。今回使った布はこの辺りです。そして布のサイズですね。これですよ。文字の布がとってもいい味出してくれるんですよ。まずは一つのパターンを作りましょうね。中心のこの折り線のついたところを縫いますよ。そしたら縫い代を7ミリに切ります。そしてもう一度縫います。縫い代は7ミリで縫ってあります。ここまで縫ったらまずプレスしますよ。そして大きい四角い布と合わせて縫います。この時ね、縫い線つけると綺麗にできますよ。こうね、このように合わせて簡単に線を描きます。ちょっと見えないですけど、その後また縫い代7ミリにしてカットします。これを12個作りますよ。でまた大きい四角い布と縫います。でこれを全部縫ってパターンが完成します。2枚作って裏と表ですよ。
で今回は底の布を最初に縫います。これ底ですよ。カバンの底ね。このパターンと同じ大きさの幅にしてくださいね。なのでサイズは調整してくださいね。次、キルト綿と裏布に重ねます。そしてキルトラインの線をつけてくださいね。これはミシンで縫っても大丈夫ですよ。はい、できました。そしたらね、この緑色の布の部分はミシンで縫います。次にこれポケットね。これ表に返してカバンの裏側に縫ってくださいね。次、横ね、横のまちですよ。これね、キルト綿、裏布、表布、みんな同じ大きさですよ。で、ここをこれね、2.5 センチずらしますよ。裏布このようにずらします。そしてミシンでステッチしました。これね、ステッチは布の端までしますよ。で、こっち側ね、底の方は切るので心配しないで縫ってくださいね。これをこのように重ねます。そして7ミリの縫い代で縫います。その後布の端を隠します。そここれ切ってくださいね。トップと同じ大きさに切りますよ。で、同じものを2枚作って重ねます。そして先ほどと同じように縫います。で、布の端も隠しますよ。今度底縫いますね。どちらか裏布の多い方を残して片側の裏布を切ります。これね、1センチぐらいの縫い代で縫います。その後、タックできてますけど気にせずに布の端を隠します。
ついでにカバン入れ口の布の端も隠します。このようにできますよ。あとは持ち手の紐をつけたら完成ですよ。持ち手の紐はまた布の端を使って作りましたよ。で、キルト綿も残っているものをこのように細く切って作りましたよ。それからカバンの好きなところに持ち手の紐つけてくださいね。はい、できました。裏も表も使えるトートバッグの作り方でした。これね、裏側ね、結構いっぱい入って使いやすいですよ。で、小さく畳めるのもお気に入りのポイントです。カバンが完成したので、今日の動画はここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。